皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカのバイデン大統領が持っている強力な権限、これを取り上げるべきだという話を、バイデン大統領の側であると考えられる民主党の議員たちが嘆願書を出しているので、取り上げていこうと思います。その嘆願書の中で、どのような権限について奪うべきだという話をしているかといえば、それは核兵器使用についての権限です。アメリカにおける核兵器の使用というものは軍部が決めるわけでもありませんし、また議会も採決を行ってこの使用を考えるわけではありません。アメリカの大統領が使うかどうかというものを決めるのです。このような嘆願書が与党の側の議員たちが集まって出していること自体が少し異様なわけですが、それこそバイデン大統領に変わったからこその動きかもしれません。それではアメリカでどのような動きが起こっているかニュースを見ていきましょう。核カードを一人に委ねるのは危険。民主党議員有志がバイデン大統領の核権力分散を嘆願。核攻撃権限分散へ嘆願書。バイデン大統領一人に核攻撃命令の権限が集中するのは危険だと、権限を分散するよう民主党議員31人が連名で大統領に嘆願書を送った。政治専門のニュースサイトポリティコが24日伝えたもので、それによると嘆願書を送ったのはジミー・パネッタ議員ら民主党の下院議員31人で、一人の人物にこの権限を付与することは重大な危険を招くことになりかねないとする。アメリカの大統領は最高司令官としてただ一人核攻撃を許可する権限が与えられ、命令を発する暗号カードを常にポケットに入れていると言われる。嘆願書を送った民主党議員たちの指摘。どの大統領でも核攻撃を命令する前に顧問たちと協議するだろうが、それは義務化されてはいない。命令が下されれば、軍部は命令されれば従わなければならないのだ。米軍の核部隊は命令があれば数分で攻撃を開始できる。民主党議員たちはこう危険を指摘した上で、核攻撃を命令する権限を分散するよう求めている。例えば、大統領継承順位に従って、副大統領、下院議長の同意を必要とするのが良いだろう。この2人が攻撃命令に反対したとしても、大統領には2人を罷免することはできないからだ。嘆願書は最後に、バイデン大統領の過去の核問題との取り組みを評価し、指導性を発揮して核攻撃命令の仕組みを変更するよう求めている。このニュース、民主党寄りの大手マスコミにはほとんど黙殺された。実現性が低いということからかもしれないが、与党議員31人の嘆願は無視するにはいかないように思える。バイデン大統領の精神状態を危惧？一方、保守系の論客は、この嘆願書の行間を読もうと試みた。嘆願書を送った民主党議員たちは、ジョー・バイデンについて我々が知らないことを知っているのではないのか。保守派のコメンテーターのショーン・ハナティ氏は、24日 FOX ニュースの番組の中でこう言い、かねて認知症気味とも言われるバイデン大統領の精神状態が原因ではないかと疑わせた。保守派の評論家のディック・モリス氏は、もっと直裁にこうツイッターを発信した。バイデンの思考停止に動揺した民主党員たちが核カードの放棄を求めた。嘆願書の真意はわからないが、現実にはアメリカ大統領のギリギリの判断が求められるような事態が起きている。シリア攻撃をめぐっても政権内に不調は。米軍は25日、シリア北部のイラン系の民兵組織の拠点などへの空爆を行い、中東での緊張を高めているが、カマラ・ハリス副大統領は事前に知らされておらず、不満を表明しているという。また、バイデン陣営の重鎮のバーニー・サンダース上院議員は、政府は戦争権限を拡大解釈していて危険だ。これはもう止めなければならないとツイートした。核攻撃の判断に限らず、バイデン大統領の危機対応はこれからも色々と問題になりそうだ。日本であればどこかの国に対して軍事攻撃を行うということになれば、それこそ一日中報道が騒ぎ立てるようなことになるわけですが、アメリカの場合はそういった意味では、多くの大統領がこれらの行動に対しては関わってきたこともあり、バイデン大統領が行った軍事行動についても注目はされていますが、全く過去になかったことをしているわけではありません。中東で何が起こっているかも少し触れていきましょう。アメリカ・シリア東部でイラン関連施設を空爆。硬軟を織り交ぜ対応の姿勢。アメリカ軍がシリア東部でイランに関連する施設を空爆したことについて、バイデン政権は強い措置を取ったと強調する一方で、核問題などをめぐってイラン側と対話の用意があるとも述べ、硬軟を織り交ぜて対応する姿勢を示している。アメリカ軍は25日、イラクのアメリカ軍が駐留する基地で死傷者が出た攻撃に対する措置として、シリア東部にあるイランが支援する
2つの民兵組織に関連する施設を空爆しました。アメリカ国防総省のカービー報道官は26日、記者会見で誘導弾によって9つの施設を完全に、2つの施設を部分的に破壊したことなどを明らかにし、アメリカ軍や有志連合を攻撃したらどうなるかということを直接知らせることが目的だったと述べ、強い措置を取ったと認識を示しました。一方、ホワイトハウスのサキ報道官は慎重に検討した上での攻撃で、シリア、イラクの双方で事態を悪化させないことを目指している。イランとは核問題などをめぐって関係6カ国で協議を行うことに前向きな立場は変わりないとし、イラン側と対話を行う用意があるという立場を強調しました。バイデン政権としてはコーナーを織り交ぜて対応する姿勢を示した形で、イランに弱腰だという国内からの批判を避けつつ、対話の機会を探りたい思惑もあるとみられます。バイデン大統領は26日、訪問先の南部テキサス州で記者団から今回の空爆でイランにどのようなメッセージを伝えたいのかと聞かれ、罰を逃れることはできない、注意せよと述べました。アメリカはトランプ大統領からバイデン大統領へと政権移行が行われました。これによって新しい政権においては各国に対してどのような対応を取るのかというのが注目されています。特に中東問題においてはどうしてもイランというものが大きな話の中心となります。ここで日本では関心の少ないこの中東についての話をほんの短いものですが概略をお伝えします。トランプ大統領はこの中東外交においては基本的にはアメリカ軍を撤退する方向で動いていました。彼自身は新たな戦争を起こすのではなく、少なくとも前の政権から続いてきたものをいかに手締まうかというのに力を注いでいました。しかし、ただ単純にアメリカ軍だけが撤退したというのであれば、それこそイランの影響力というものは拡大してしまいます。なぜならば、イランの後ろには中国やロシアの影というものが常に存在しているからです。ですから、イランを抑えるための動きというものを支援する必要がありました。その一環としてトランプ大統領が進めていたのは、イスラエルと中東各国における和平を実現させようという動きです。少なくとも軍事的な力においては、イスラエルとアラブ諸国との間には大きな差があります。ですから現在では直接戦闘を交えるということは非常に少ないわけですが、しかしだからといって中東が平和になったわけではありません。というわけでトランプ大統領が進めてきた平和外交の結果として、イスラエルとアラブ首長国連邦 UAE の国交樹立というものが実現しました。トランプ大統領の目指しているのは UAE だけではなく、対イラン包囲網のその中心国となるべきサウジアラビアとイスラエルとの間における敵対関係を少なくとも一時的にでもいいからやめさせるという大きな目標があったはずです。しかし、トランプ大統領が新たな大統領であるバイデン大統領へと交代したことによって、この中東外交がどこまで継続されるかというのはわかりません。それこそ、イスラエルとサウジアラビアとの間における融和というものが進むかどうかもわかりません。バイデン大統領はイランに対する核開発疑惑に対して強い態度を取るということを今回は示したのではないかと言われていますから、そちらの方が優先されて、中東外交にそのものについてもトランプ大統領のやってきたことに関しては継続ではなく、新たな戦略を立てるという話をして、結局は時間がかかってイランの影響力が拡大してしまうようなことにもなりかねません。このあたりの解説というのはそれこそ中東問題を専門的に扱っている動画などを探してみてください。今回のニュースの肝というのはその部分ではなくて、アメリカの大統領には強い権限があるという部分です。アメリカがシリア領内において空爆を行ったこと、これこそまさにアメリカの大統領が持っている強い権限を表しています。しかも副大統領に事前連絡がなかったことなどもまさに大統領の権限がどれだけ強いかを表していると言えます。この権力の構造というのは別に軍事行動全般だけではなく、当然のように核兵器についても同じように言えます。核兵器を使用するかどうかという判断については、議会や閣僚らの賛成を求める必要はありません。それこそ大統領権限でこれを行うことができます。大統領の行くところ、常に核兵器の使用をするための意識揃ったものというのが、まさにカバンを持った兵隊が付き添うことなどからもよく知られています。では、核兵器の使用という非常に大きな判断を迫られるわけですが、なぜ議会や閣僚らの賛成というものが必須条件ではないのでしょうか。それは
は瞬間的な判断というものを求められる可能性というものがあるからです。この話をするためには少し年月を遡る必要があります。時は遡ること第一次冷戦、アメリカとソ連との間における直接戦闘を交えない対立というものが存在しました。両国はまさに陣営というものに分かれて対立していたわけですが、そこには明確な力の均衡というものも存在していました。両国核兵器を保有し、通常戦力についてもどちらの方が上かというのを競っていた時代というものが長く続いたのです。そして軍拡の末に両国の核兵器というのはそれこそ地球人類そのものを全員殺してもまだまだ余るようなほどに数が増えすぎました。この時代というのはそれこそ核兵器による先制攻撃というものが空想の話ではなく十分に起こったとしても不思議ではないようなそのような対立構造というものがあったのです。そしてもしも核兵器を大陸間弾道弾に搭載して撃てばそれこそ20分から30分もすれば着弾を始めます。原子力潜水艦に搭載したようなタイプであればもっと短い時間で主要都市に到達する可能性もあります。このような極限状態、相手が撃ってきたぞという状況の時に、さあそれでは反撃のために核兵器を使用するかどうか、議会を開いて議会で採決を行って、その結果として報復攻撃をするかどうか決めましょうなどという話をしていたらどうなってしまうでしょうか。それこそ議会を開いて準備している間にアメリカの主要都市、アメリカの主要な軍事施設、そして核兵器の相手方が把握しているものについては全てが核兵器の直撃を受ける可能性があります。それこそ議会なども採決をする前に消し飛んでしまう可能性の方がはるかに高いのです。これは何も人数を絞った閣僚などについても同じレベルで、みんなが集まって話しましょうね、もしくはみんなが集まらなくてもインターネットで全員の採決を取りましょうなどという話をしていても、その段取りだけで一体何分かかるのかという話です。ですからそのような状況下においてみんなの意見を求めるというのはそれこそ合理的ではないのです。究極的な判断というものを大統領に委任するというのがアメリカのやり方だったわけです。では今回の話は一体なぜこのように出てきたのでしょう。第一次冷戦である米ソの対決というものは現在は存在しません。ソ連は崩壊し、その中心国であるロシアは核兵器については世界一の保有数を誇ってはいるものの、少なくとも現在アメリカに対してさあ使おうぞみたいなそんな態度というものは別に見せているわけではありません。だから危険性が下がったんだから、もうこの際だからすぐには使えないような仕組みにしようという、そういった世界情勢の変化によってもたらされた話とは到底思えません。なぜならば核兵器を持っているのは別にロシアだけではないからです。それこそ中国の核兵器の保有数というものは大雑把に言えば300発程度の核兵器というものを持っているだろうというふうに見られています。ですからロシアの脅威が下がったからといって瞬間的な反撃ができるそのシステムそのものを改変するための理由としては非常に弱いと思います。もしも制度を変更して先制攻撃さえしてしまえば相手側は事務的な手続きの関係上反撃する余裕もなく全てを一方的に終わらせることができるなどということになれば、それは制度の変更というよりはそもそも制度の改悪と呼ぶべきでしょう。ですから最大の問題は何といってもバイデン大統領にあります。彼の年齢は現在78歳で、年齢そのものについての話をすれば年を取っていてもしっかりとしている人は当然のようにいます。しかしバイデン大統領の場合はそれこそ大統領選挙の時にトランプ大統領が何度となく彼は認知症を患っているのではないか、そんな指摘というものが何度となく行われてきました。一応医学的においては現在のバイデン大統領は認知症にはなってないとされています。しかし彼の発言というものは必ずしも明瞭ではない部分があり、そのためにもしかしたら認知症になってしまうのではないかという不安は多くの人々に持たれたのもまた事実です。ここ最近でも支持者らの対話集会においての発言というものに不可解な内容が含まれていることもあり、もしかしたら本当に認知症のその前兆現象などが現れているんではないか、そういった声なども根強く残っています。そしてもしも認知症を患ったら、例えば被害妄想や思考の硬直化などが問題となります。最悪の例といえば、それこそアメリカがどこかの国から攻撃を受けている、このような攻撃を許してはならない、反撃せねばならないというような妄想に取りつかれ、その考えから抜け出せなくなってしまうことです。しかもそれが徐々に現れてきて、周囲の人たちからも明らかに異常だというふうに分かれば、
バイデン大統領の職務執行がもうできませんよというところから核兵器の使用についても周りから止められることができるでしょう。ところがある日唐突に妄想と思考の硬直化に襲われてバイデン大統領が核兵器の使用を命令するようなことになれば、それこそ人類史にとって大きな出来事となってしまいます。アメリカの下院議員は400数十人というレベルですから、その中の30という数字は全体からすれば小さいものです。ですから民主党全体の意見として出てきたわけではないものの、与党の側の議員がこれだけ集まって嘆願書を出して制度を変えようとしているのですから、表立った理由よりもむしろバイデン大統領の持っているこの高齢であること、そして老化が着実に進んでいることに対する不安というものが人々を団結させているのではないかと私は想像してしまいます。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。